おらったおらビーティプレートこれビッグセオおはようございます、ビッグセルボリューム3季節は、夏っていうかアーリーサマーからサマーパターンに移行するちょうど過程。ただ早い個体はポストを抜けてベイトフィッシュを果敢に追って、捕食するようなシーンも時折あるんですけど、この段階ではポスト、今日なんですけど、荒れてきてますもはやこのうねりちょっと天気との戦いともなるんで、季節進行を早めに捉えながら、うまくアジャストしていこうかなっていう感じです。はい、いきますか。これ北西、こっちは北西だわ。吹いてきたらやばいね。終わってまうわこれ。天気がねちょっとぐちゃぐちゃなんで、早めにこう弾丸スタイルできるだけ多くのポイント回ろうかなっていう、そんな展開でやってきますよ今のところ。よし、ちょっとねマンバ縦ストとかで浮いてる系のやつはとりあえず BT ベイト、中とかのジャングルフィッシング系はパワースピンで、ウルトラパワースピンでマンバ。ネイルリグね 2.5g。一発や、これネット使おう。ほらおれば一発で食ってくるって。めっちゃ引くやん、やばい、めっちゃ引く。めっちゃ引く。やばい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 。いや深海魚かっちゅうの。うわ上がってこい、やばいぞ。大丈夫よ、274のパワーなんで。あんまり強くするとさ、フックちっちゃいもんで右切れするんだわ。うわウィードいっとる。浮いてこい。少し浮いてきた。また強えわ。しきた、でかいよ。ほら
BT ベイトモンスター、あらでっかいよBT ベイト、これが BT ベイトの力。速攻食ってくるでしょ。愛知とは違うマイクロスインベイティングの世界、まさにこれがいわゆるバレない秘訣。シマノってね、ジジルもそうだけど、マイクロプラグ系に必ずダブルフックにしてるの。それどういうことかっていうと、シングルだと外れるのね、やっぱりフックがちっちゃいから。でもダブルだと必ずこうフォローでどっかがかかるんで、もう絶対外れないでしょ。でこれ仮にこれ1個だけだと、今みたいにどうしても戦わないとダメな時に右レするのね、プチってをサポートしてくれるのがこのダブルフックのフックが2個ついてるっていう効果。これは本当に絶大。こう散々ジジルとか I 字系とか、あとマイクロスインベイト、この BT ベイトをテストする中で BT ベイトも最初シングルとかでやってたの。でもやっぱり戦うとね、途中でポンって右レしたりするの。あのパワーをかけないとウィードに突っ込まれちゃうんで、それをサポートするのがこのフック2個釣れば釣るほどそのありがたみっていうの分かると思う。まさに BT ベイト、マイクロスインベイトの世界。55.5 か。最初強めにやっとかんとさ、一気にいってまでさガンってやってからジューっていくでさ、最初もうちょっと耐えてから弱くした方がいい。ちょっと中やってみますわ。ジャングル僕の場合だいたい出れて1日こう行けるなっていう日は北港をほぼぐるって回るんだけど、だいたい感じてるのがドポスト、もうもろポストっていう。だからいわば本来だったら速い動きには反応しないやつと、あとワームは、もう放置置いとかないと食わないっていう感じのやつらが多い。ただやっぱりそれが本当にポストのセオリーだって正解なんやけどね。でもそんな中で僕はやっぱりリアクションで早くこう今こうシェイクしながら弾いてるのもそうだけど、ボトコンしながらもうリアクションでこう早くテンポよく取っていきたいんでやってる。でやっぱりバイト数は減るけど、来たらそれなりにいい魚取れるんで、ボトコンをすれば。だから今の本当の環境っていうかコンディションはもうポストで速い少ない個体が、ベイトフィッシュをボイ回し、ようやくこうフィーディングに入るようになったっていう。でウィードがねまだ、水面近くまで伸びてないんで、それも影響してると思う。これがねウィードっていうストラクチャーがどんどんでき始めると、そっちにバスが、今度移り始めるもんで、フィーディングコードもより果敢になってね、速い横の動きとかにも反応するようになる。あとはやっぱりサマーパターンだからディープに向かう個体も出てくるってやつだから、ウィードに移るかディープに移るかっていう。長浜、いや縦ストもあった方がいいわ、とりあえず。雲ね速いやろ動きが。上の風はちゃんと吹いとるんやって、上は。
ちいいですよ。ちょっと中入れるか。食った食った。あれ離した。ちっちゃいか魚が。よっしゃ出てこいや。ああでほらほらやばい。ほらやばい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 。結構どうしよっしゃさよマンバ丸飲み。おらっしゃおら丸飲みマンバザングルゲーム。はいマンバ一撃。一瞬でけえと思ったけどちょっとサイズ落ちたね。狙い通りだからああやってバスからのバイトっていうか回答がすぐ狙い通り読み通りだから来るでしょ。まあまあファイトのテクニックとパワーがいるゲームなんやけどさ、まあ、このバンタムの 274MH、まあ、こういったウルトラパワースピンのために作ったようなもんなんで、まあ、わけない楽勝ですわ。でやっぱりマンバがいい仕事するんですよ。マンバがこれねマンバちゃんいい仕事すんの。このヒゲピンがナマズみたいなこのヒゲがね。おいやっぱな一段上から入れた方が楽やな。ファイトが全然ランディング しんどいけどっていう意味がわからないの。何を言っとるのかかなりコアな話なんで。食った。あこれでかいかも。上がってこい。上がってこない。うわやばい。ほらでっけえ。ほらやばい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 。しゃー出んといて。おっしゃ今がチャンスや。よっしゃよっしゃでっけえ。おらったおらおらマンバモンスターウルトラパワーフィッシングすごいやろこのタックル。まさにこのシステムだから取れた一本。普通ならねもうグリグリプッチンだって。ほらでかいマンバ餌だね。60.5 気持ちいい。ちょっとフック変えるわ。
このノガレスのフッキングマスターリミテッドエディション、これね今日の刺さりも見ればわかると思うけどすげえ刺さる。ああいう釣りってさ、今みたいなこう狭間が狭い釣りってさ、食わせれる時は食わせれるけど、さっきの60みたいにギュンっていったらもうその場でこう自分の体勢がフッキング体勢じゃなくてもグッていかないとダメでしょ。そうしないといかれちゃうからって時でもスカッて刺さるっていう、そこがねやっぱねこのフッキングマスターのリミテッドエディションの刺さりの良さ、マンバで50使ってますけど素晴らしいなと思う。この刺さりはね使えばわかる。僕はやっぱ物ってこの使っての実績からしか評価しないから、こういうシステムが素晴らしいとかこの動きがすごいじゃなくて、魚が釣れるから素晴らしいとか、この刺さりがいいから素晴らしいっていう、そういう点ではこのフッキングマスターリミテッドエディションっていうのはもう完璧。行ってまうか4本中まで。多分西島号がおるかもしれない。アルテマダバダバやわ、シャロー。うねうねやん。来とる、でけえ。うわ55はある。これうねりがダメなんやって。ルアーが軌道がさ上下するもんでさきついわ。ちょっとレンジ下げたろうか。色変えレンジ下げ。変な天気でも向こう晴れとるし。BT ベイトはとりあえず基本はただ巻き投げて、もうスピードはねそれぞれ状況しかりだけど、ポーズとかそういうのもなくただ投げて巻いてくるだけ、いわゆる巻物と一緒。これが基本で、そんな中やっぱりピンとかスポットとかで攻めるときにやっぱりこのリアクション入れる釣り、リーディングジャークでストップしたりとかトゥイッチしたりとかっていうのがボディが3連なんで、3連というか3分割なんでアクションバランスがいいのね。結構ねベイトフィッシュを追って食ってるやつに効くのはもう超早巻き投げて水かませたらもうグリ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 ってでポーズ入れるっていう、こういったプラグってあまりに速いスピードってもうバランス当然崩すでしょ。こいつはかなり速いスピードでもバランス崩さないからスピード域が広い。スローでも泳ぐし、当然ミディアムリトリーブでは綺麗に泳いですごいナチュラルに泳ぐ。で速いスピードは今度、バランス崩さずにすごいハイピッチで泳ぐっていう。 BT ベイト 99SS なんですけど、3分割ボディです。でしかもその3分割でありながらテールがソフト素材。これはねまた後で説明しますけど、絶対的に僕のこれを作る中でなくてはならないパーツです。
でまずこの BT ベイト、どういったものを目指したかっていうと、ズバリリアルな魚の泳ぎ、アユ、ハス、ウグイの子供とかを観察すると、魚っていうのはゆっくり泳ぐ時は頭を振って、いわゆるニョロ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 って必ず頭を振って泳ぐのね。だけどそれが一旦、何か危険を感じて逃げる時とかバスに追われる時、さっきまではゆっくり頭を振ってたのが、今度はテーリングをパイピッチで動かして頭を動かさない、ブリーってこうなるんです。このアクションの違いが自然界の中でベイトフィッシュたちは普通に起きている。それをこの BT ベイトで再現したかった。そのための、3分割プラスソフト素材テール、スローだと頭を振ってこんな感じで動いてます、で中速になると頭の振り幅はちょっと狭くなるけど、今度テーリングがハイピッチになってくる。最後早巻きすると頭の振り幅は狭くなってテールがハイピッチで、これまさに水中のベイトフィッシュと同じ動きなんです。行動なんです。それを再現してるんでズバリ釣れる。やっぱりフィールドハイプレッシャーになります。スプークするようなバスがいます。そいつを最後この接近戦に持ち込んだ時に仕留めるためのこのソフトテールなんですよ。ここが硬いものついてると見切る率がかなり高くなる。これねテストでやってたんですけど、普通のハード素材とかでテールつけたりすると誘い要素としてはマイナスになって見切る。だけどここをソフト素材にして、しかも V テールでこのピリ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 ってビビットに動くものをセットしてやると、ものすごい接近してきたバスが最後このテールに誘われてパクッてバイトする。そのためのなくてはならないパーツ、そんな複合要素を持ったのが BT ベイト 99SSS。 愛知とかだと正直ね、こう動いてるのか泳いでるのかノー感じなのね。だけどこいつは水上ながら来るやつだから、ルアーが動いてる、ちゃんとアクションしてるっていうのが分かる。それがやっぱり扱いやすいポイント。特にこういう波っ気だった時にもうふかふかしてルアー泳いでんのかなっていう中でやっていくよりも、ちゃんと泳いでるって自分が自信を持ってアプローチした方が釣果にもつながるし、そこ重要。オーバーハングの周りとか1個だけある杭とか、そういうところはやっぱりプロダクティブゾーンが狭くなるでしょ。そうするとやっぱりいかにバスに見せるかっていった時にストップ&ゴーしたりとかポーズ入れた方が見せられるし、ただこういうオープンな広いエリアをそんなことしてたら時間かかっちゃうでしょ。だからもう巻いてった方が早いっていう、基本的に僕はだいたいこのスピードでやるけど、これかもう早い時はこれ、そのどっちかが多い。移動します。朝展開がミドルレンジからポンポンポンと入って、で南下しながらシャローもチェックしたのね。だけどシャローはやっぱりさ、このザブザブでさ、多分そこも同じように荒れちゃってるから、いたのはいたけどもう超低活性なのか、あとはやっぱりこれだけちょっと波気うねりっ気があると、ああいう BT ベイトとかは結局こうなっちゃうから見切られるのねっていうのもあると思うし、ちょっとシャローは今のところこの風っていう風よりものうねりが収まらん限り厳しいかなっていう。向こうが黒いもんな。
黒いやん、ざわついて。あれめっちゃ荒れとんやんって、あっちが。そのうねりが来とるんや。だ向こうは行けへんわ、西岸は。今の段階は。食った。出発やった。おーい、めっちゃジャンプするやん。あー気持ちよかった、今の食い方。この曲がり、バット曲がってないでしょ。バットが強いんだわ。ほら、いい魚よ。どうしようこれ。影にすげえ潜ろうとするもんな。よいしょ。おっしゃー、ブリブリのブリちゃん。プリプリやんか。コポーンって食ったね。コポン。さすがにちょっとこれだわ。カレントゼロやぞ。おっしゃー、狙った通り。食うチャンス作ったったんやってついてきとったもんでさ。狙った通りでっしゃー。ほらこれもちゃんと2個フックががっつりかかっとるでしょ。ちゃんとダブルロックで絶対バレないっていう。自分の手も危ないで気をつけた方がいいけどね、こういうやつは。いや今のは釣っとった感があっていいね気持ちいい。いやマジ俺今のは本当に最高に気持ちいい。アプローチしてこうビューってきたら下からピューって浮上してきたので、ちょっと距離がつまらん、なんかスプークしそうなやつで、でもだんだん近づいてきたもんで、普通でいけばこのまま行っちゃうのね。だけどあえてラインをちょっと風に乗せてたるませて、こう支柱にちょっと抱きつくような感じでこう来て、支柱の壁面にピュッていった途端ドーンって、まあ向こうも食えるチャンスだと思ったんやろね。それをあえて意図的に作ってバイトに持ち込んだっていう、まあ、気持ちよすぎますわ今ゼロカレントだから綺麗に通せるけど、琵琶湖ってやっぱりカレントが発生したら川みたいに流れるとこなんで、そうすると PE だと今度こう流れに持ってかれちゃうのね。
そうしいらんドラグがかかってルアーの軌道がずれるんで絶対見切るから、そういう時はフローロの通しを使う。ちょっと車両側行ってみるわ。 BT ベイトが生まれた場所、つづら尾崎。まず、僕のボックス、こんな感じで、BT ベイト入れてるんですけど、これスペアのテール、あとスペアのフック、あとウェイトをチューニングするための、貼り付け鉛ウェイトで、ここからが本題、3パートに分けてあります。どういうことかっていうと、分かります？光る、透ける、膨張、簡単に言えばそんな感じ。この3原色でローテーションしてます、フィールドで。で光るっていうのはやっぱり、リアル系、これ強輪ワカサギっていう色で、もう島の独自の強輪箔入れたすごいリアルに輝く強輪を使ったリアルカラーね。で、次透ける感じのやつ、あゆね、あゆとか、あとこの白魚系、こんなクリアなタイプっていう透けるタイプで、最後チャートバック、もろ膨張するタイプ、すごいこうオレンジベリーを際立たせる、タイガー系、マットタイガーっていう膨張クリア系、スケル系でリアルの中でもシルバー系とゴールド系で、あとすごいスポットフラッシュが出るようなこういったハス系、そういう風に、3パターンに分けてあります。これね、基本としてほしいんですけど、このゲームズバリ色によってすごいその日のバイトが変わります。場所によっても変わる。だからその日その時によってどの色が一番食うか、どの色に一番反応がいいかって探すためには、絶対この3原色のどれかを押さえてください。1日のゲームの中で当たりカラーが必ず出てきます。あかん、カレントがないでさ、スイッチが入らへん。うわ、食った。いった。よっしゃ。よっしゃ、おら。はあ、気持ちいい。読みどる。ネットですくうわ。
元気なやつ、流れの速い場所におるもんでさ、ディープとシャローを行き来しとるタイプなもんで、泳ぐ力すごいもんでさ、また行く。上がってこいよっと、いいっしょ、コロンコロンです。ドーン。あー、最高じゃない BT ベイト。ほらこのボッテボテ、これ餌食いまくり、最高。いやもうまさに読み通りに食ってくれるね、このルアー。ロックエリアなんだけど、いわゆるこの岬のカーブがあって、で今カレント本当にゼロに近い状態で、それがね、一旦速いカレントが、湖流が引き出すと、こう反転する場所があるのね。湖流が反転流ができる場所、それが何箇所かあって、そのうちのできやすい1箇所、で反転流ができる要素としては、やっぱりそのこうブレイクとか岬の曲がり具合とか、あとそこに岩があるとかで、岩にぶち当たって、反転流ができるとかっていう、そういういろんな要素があるんだけど、ここはまさしくカーブと岩のその2つの要素で反転流ができるっていうところで、まあ大体そういう場所には反転流が本当にできれば魚ごそって入るけど、まあ今はカレントは本当に緩くてほぼない状態なんだけど、依存しているやつらがいる。それを狙って釣るって感じかな。でさっき BT ベイト、この最初にでけえ2匹チェイスしてきた時に早巻きで誘ったのね。そしたらグッてちょっと反応したけど、まあ結局はバイトに結びつかなくて戻ってって、で次入れた時にバーってチェイスしてきたのね、今度違うスクールが。でその時にやっぱりその最初からいきなり食う状態じゃなかったもんで、どうしたかっていうと、泳がせるスピードを徐々にゆっくりにしていくの。こう行くのをゆっくりにしていくことで、バスがどんどん近づいちゃうでしょ。そうすると奪い合いになって食うっていう、今はそういうテクニック。慣れるとできる。それは決して難しいことじゃないから。来た。さすがにもう無理か。急に流れ速くなって、でこれ黒 PE がさ、先に流れに引っ張られとるでしょ。これがそういうこと。これフロロカーボンでやると引っ張られへんから。ただまあここはある意味ドラグも利用できるもんで、その渓流の釣りじゃないけど、ラインを先に行かせてドラグをかけてこうカービングさせるっていう。マイクロスインベイティングって呼んでる新しいジャンルのルアーっていうか釣り方で、このバンタム BT ベイトを開発するときに実は同時にロッドも開発してました。
ちょっとね特殊な世界で、ルアーも特殊なんで、ロッドもどうせならちょっと関わって専用設計のロッドをトライしてみようかなって始まりました。やってみたところやっぱり、専用ロッドあった方が超過につながるし、しかもやりやすい、でできたのがこれ、シマノバンタム 274LSB っていう SB っていうのはスイムベイト、僕のシリーズによくついてるスイムベイトシリーズっていうものなんですけど、これどういうロッドかっていうと 274M っていうもう本当にマルチなスペシャルロッドがあるんですけど、それのライトバージョンですが、ここからが SB のゆえんでティップがね 274M に比べると相当ソフトです。かなり入る、テーパーの設計は、274M よりもちょっとファースト気味になってます。こっちの方でソフトティップ、テーパー設計とこのティップセクションのこの入り方がまさにマイクロスイムベイティング BT ベイトにベストマッチする。でかつこの釣りっていうのは本当にクソでかいやつが来る可能性があるな時に、通常の L 表記のロッドのバットパワーだと曲がったままで魚が帰ってこないね、ロッドが復元しないからバスが上がってこない。それはダメでしょうっていうところで、パワーファイト奥田はバットは 274M と同じバット、これにすることで、クソでかいやつがかかっても耐えてるだけでロッドが持ち上げて復元してくるので、戻ろうとしてだからバスを上げてくれる。60来たって耐えてればバットが自然にバスを上げてくれる、そんなバットパワーを持ってます 274LSB。 もちろんこういう設計のロッドなんでジグヘッドスイミング、ホバスト、ネコリグとかそういったフィネスの、シェイクを流用してスイミングさせたりする釣りにもバッチリ合います。ただここで 274M と比べると、どうかな、僕の中で、1.8g 以上4インチ以上のものは 274M で、4インチ以下3インチ 2.5 インチでウエイトも 1.8g 以下を使うんならこっちです。小さい本当にフィネスな輪も綺麗に動かせる。 274M はやっぱりエキサイトトップでバンバンルアーを煽るので、トルクを与えるためにいいアクションを4インチ5インチで出せるけど、3インチはどうしても飛んできちゃう。それをうまくコントロールできるのが今度こっち 274LSB。 リールはね、ステラの C3000XG をつけてます。 C3000XG っていうのは、C なんでボディは2500と同じで、ハンドル1回転の最大糸巻き長が長くなるってことは、グリッ魚をかけてグリッグリッグリッって巻くとバスを早く寄せられるっていうところで C3000XG を使ってます。これはね 274M とかと同じセッティングです。で夢屋の、パワーラウンドノブに変えてます。これねラインちょっと奥深いっていうか、僕は2種類のライン使ってます。フロロカーボンラインの通しと、P ライン、メインは P ラインの、だいたい 0.85 にリーダーが7ポンド8ポンド10ポンドのフロロカーボンショックリーダーを FG ノットで結節して、1キロ半取ってやってます。これがねでかいバスかけてもやっぱり楽にファイトできるんで、こっちもパワーかけられるしっていうので、これがメインで使ってます。ただ琵琶湖って場合によっちゃ固流がすごい発生する。そんな時に実は P ラインは流れに引っ張られるのね。でドラッグがかかっちゃう。そうすると意図して自分が泳がせようとしていたコースからドラッグがかかってずれたり蛇行するのね。
そうするとやっぱりバスに見切られる。そうなった時にフロロカーボンにすることで、ルアーがちゃんとラインが流れに引っ張られずにまっすぐ泳ぐ、まっすぐ泳がせることができる。と風、これも P ライン弱いので風によっても、使い分ける、これが食わせにつながるので、フロロカーボンの場合は、5ポンドあればウィードがカバーとかが下にない場合なら楽にいけます。ウィードカバーあるならやっぱり6ポンドとか欲しいところだけど、これ今フロロカーボン投資なんですけど、こういったねスピアースプールを常に携帯しておくと、風がないなっていう時に P ラインに変えればいいっていう、そういうシステムを常にフィールドコンディションによって使い分けてます。チェイスか、来とる。食う感じじゃねえな。いかんねえ。中入れたのか。マンバ。なんか一気にさビューって風吹いてきそうな雰囲気じゃない？これ怪しいぞマジで。怪しいわ。食っとったやん。食っとる。おるりゃー、はいえウルトラパワースピン。ウルトラパワースピン。マンバ丸飲み。バスには負けないスピニングタックル。この 274MH ってロッドは躊躇なくとにかくウルトラパワースピンを目指して作ったから、もうそのどっかに優しさを求めるとか、そのアングラーが使いやすいとかっていうところは二の次で、とにかくパワーといなしで、かつこのちゃんとしたアクションにつながる強さ、これがうまく兼ね備わってる。とにかく強い、取れる。だからこう完成度は本当に素晴らしいんですよ。ちゃんとこのティップもちゃんと答えてくれるんで、ただのガチガチの取るためのスピニングだけじゃなくて、食わせる方にもちゃんと振ってあるんで、ただかかったらもう完全に取っちゃうよって、どんなシチュエーションだろうが、どんなにでかいサイズだろうがっていう、もう本当に取るためを主眼に作ったっていう、それがね 274MH。
琵琶湖なんでリールもワンバンってでかいの、これに関しては使ってる 4000XG ステラので、ラインはもうこれバリバスのトラウト8の 1.5 号、今日は、1.5 号に、シーバスショックリーダーの20ポンド、もう経験値からの積み上げからこう来たシステムなんで間違いないですよ。こんな感じなら取れるんじゃないって数値とか理論上のとかそういうことじゃないから、僕が今までやってきた積み上げたその結果の数値からこれならいけるっていう。まあでも60.5 含めてこのマンバのリアクションで食ってくるのって割と体型的には細い。 BT ベイトで来るのは本当に餌もうガツガツたくさん食べてますんでボコってやつでしょ。どうしますか。またなんか天気変わってきた。よっしゃー、でけえよ。ほらやばい、一本大きかった。あかん、取水の方行っとる。いかんって、そっちだ。取水に行っとる。おっしゃ、離れだ。かかりがやばいかもしれない、今の。おっしゃほっ BT ベイト、これこれが BT ベイトのパワーです。おらやばいでしょ。ほら、このダブルフッキングね、これ太っ、尻尾も太いし体も太いし、ほら、6161これが、ビッグセオリーマイクロスインベイティング。いややばいでしょ。
マイクロスインベイティング BT ペイト、ただ投げて巻いとるだけだからね。しびれた。はい、お疲れ様でした。ビッグセオリーボリューム3、スタートの時に言ったように、ポストショックと、アーリーサマーでアフター抜けてアーリーサマーでサマーパターンに移行していくフィーディング組っていう2パターンに的を絞って、釣り方もその2パターン用に用意してっていうので、やりきりました。結果的に、まだポスト組の、モンスターとフィーディング行動に入ってる、アーリーサマーからサマーにも移行をどんどんしていくチームの、モンスターの2発それぞれトップクラスを取ったんで、今回のセオリーは正解でしょう。季節的な読み、パターン、ゲームの組み立て、アプローチするルアー、アクション、もちろんポイントセレクト、タイミングとかも合わせて、自分なりのそういった本当に本気のビッグセオリーを持ってガツンといけば、こういう風にね、トップクラスモンスターをちゃんと取れることができるんで、今回のビッグセオリーぜひぜひ実行してください。ってことで、ボリューム3これにて終了です。お疲れ様でした。